どうもきみまるです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、僕が2021年昨年にハマったものを紹介します。一昨年からおうち時間が増えたことっていうのもあって、興味の方向とか消費の仕方もね、インドアに向かうようになって、2021年はね、今まで以上にハマったものがね、いくつかあります。今日はそういったものをね、紹介してみようと思います。今までのね、動画の中であんまり紹介してこなかったものなんかもありますので、ここでね、紹介してみたいと思います。視聴者の皆さんも最近新しいことをしていないなぁなんて思っていたら、この動画がね、何か始めてみるヒントになったら嬉しいです。はい、では早速、僕が2021年にハマったもの1つ目から紹介していきます。1つ目はこちらですね。コーヒーです。コーヒーはね、以前から好きだったんですけども、2021年はね、自分でコーヒーをドリップして入れる楽しさとか、あとはね、器具にもこだわってみたり、器具もね、2021年ほんといろんなもの買いましたね。コーヒードリッパーだけでもね、いろいろあるわけですよ。これ以外にもたくさんあって、他の動画でね、まとめて紹介していたりもしますけど、こういう風にコーヒー器具を集めてみたり、あとはね、今使っているコーヒーマグですね。マグも他にもね、いろんなマグ取り揃えてみたりしてですね、コーヒーのね、豆によってコップを変えてみるとかね、こういったこともしたのが2021年でしたね。あとそうだ、忘れちゃいけない、豆ですね。豆もめちゃめちゃいろんなのを試してみました。このね、豆の購入の仕方なんかもね、以前動画にもアップしてますけども、このようにね、器具とかカップへのこだわりとか、あとはコーヒー豆それぞれの個性への興味なんかもね、高まってきて、より深くね、コーヒーを好きになった1年でした。以前から Vlog なんかではコーヒースタンドとかコーヒーが美味しいカフェの紹介はしていたんですけども、この1年はね、コーヒー器具の紹介とかコーヒー豆の買い方とか、あとは初心者向けのコーヒーの入れ方とか、そういった動画をね、たくさん出しました。本当ね、コーヒーはハマるとめちゃめちゃ奥深いですし、いろいろね、自分で入れ方工夫してみたりとか、器具をね、変えてみたり、カップを変えてみることによって、どんどんね、ハマれる趣味だと思います。比較的ね、コスパも高いというか、そんなに一つ一つめちゃめちゃお金がかかるわけではないので、コーヒーを趣味にするっていうのはね、個人的にもおすすめします。めちゃめちゃ美味しい。ちなみに今いただいているコーヒーはこちらのフグレンで購入しましたブラジルのお豆ですね。めちゃめちゃ美味しいです。あと2021年はそうだ、ライトアップコーヒーさんの協力のことでね、オリジナルコーヒー、こちらのね、モーニングルーティンというオリジナルコーヒーをプロデュースするまでに至ってね、もうそういう意味でも2021年にはね、もうどっぷりコーヒーにハマったって感じですね。ちなみにまたこちら続編やるかもしれないという話がね、出ていたりするので、前回ね、お楽しみいただいた方、またね、前回購入できなかった方もですね、ぜひ次回もね、お試しいただければと思います。はい、そんなわけで2021年一番ハマったのはね、これですね、やっぱコーヒーですね。コーヒーに僕がどんどんハマっていってる様子がわかると思うんで、ぜひね、過去動画も見ていただければと思います。はい、2021年に僕がハマったもの1つ目はコーヒーでした。はい、2021年、あとハマったのはこれですね。珍奇植物ですね。観葉植物の中でも珍奇植物、この辺りめちゃめちゃハマりましたね。最初は観葉植物からハマっていって、ある時からね、僕の周りでも急速にこの話題になり始めたパキポディウムグラキリスというね、こういうマダガスカル産の植物ですけども、この辺りからハマり始めて、あとはここにありますこういったね、アガベとか、あとはね、ユーフォルビアといった多肉植物、珍奇植物っていうところに興味が広がっていって、この辺りね、ドハマりしました。めちゃめちゃハマりましたね、この辺もね。同じパキポディウムグラキリスでも形も全然違うし、枝の振り方とかもね全然違うし、大きさも当然違うし、こういう風にね、一つ一つすごい個性があって、さらにね、育て方も独特なので見て楽しいし、育てて楽しいっていうね、そういうハマる要素がふんだんに盛り込まれた植物だと思います。僕が持っている植物を一挙紹介した動画とか、あとね、 YouTuber のリトマンさんと那須までね、植物を買いに行った時の Vlog なんかも出してるので、概要欄にねリンク貼っときますので、気になる方、興味ある方はね、ぜひ見てみてください。ちなみにこちらはその那須に行った時に購入したグラキリスですね。ほんと可愛い
最高ですよねこれ。もうこれはね最高ですよねって言ってもね、分かる人しかこの魅力はね伝わらないかもしれないんですけど、この魅力が分かってハマってしまうと僕のようにねどっぷり沼にはまっていくと思いますので、ぜひ皆さんハマってみてください。はい、こういうね観葉植物、その中でも珍奇植物、ビザールプランツと言われるこういったね独特のねフォルム、形、そして魅力のある植物、こちらがね2021年の僕のハマりもの2つ目ですね。皆さんもぜひチェックしてみてください。はい、2021年に僕がハマったもの、続いてはこちら、今目の前にありますけども、スニーカーですね。こちらはねあんまり動画で触れてこなかったんですけども、実はね2021年にスニーカー結構いろいろ買ってました。割とねハマっていました。特にね何がきっかけというわけでもないんですけども、今までねあんまりスニーカーって実は履いてこなかったんですが、この数年間割とスニーカーいろいろ試すようになってきまして、それで2021年はめちゃめちゃ僕スニーカーにハマりまして、かなりねいろんな種類購入いたしました。その一部をね今目の前に並べてるんですけども、少しね表に出られる機会も増えてきたということもあって、服と合わせて足元もね買い揃えていきたいなと思って、こうねスニーカーをいろいろと購入したという感じですね。でお気に入りはニューバランスで、この辺りねニューバランス、これもあとこれもニューバランスね、これもか、こんな感じでニューバランス結構いろいろ持ってるんですけども、ニューバランスはね履き心地がすごいいいのと、あとねデザインとか色がね僕が好みなものが割と揃ってるので、ニューバランスね結構多めに持ってますね。あとはこれはサッカーにですね、これ最近買ったものですけど、この鮮やかな青、ちょっとねイタリアンブルーみたいな、これがねかっこいいなと思いまして、こちらもね手にしてみました。あとはこの前の買ってよかったもので紹介したこちらのプーマとメゾンキツネのコラボスニーカー、これね今めちゃめちゃ気に入って一番履いてるのはこれかもしれないですね。僕プーマのスニーカー買うのはこれが初めてだったかもしれないんですけど、このねプーマの代わりにキツネがいるっていうね、で裏にもキツネの刺繍が入ってるというね、こういう色使いもとても可愛いスニーカーですけども、この辺りもね今気に入ってすごい履いてます。出かける時にね足元も気分に合わせて履き替えるとね、毎日がね楽しく外出できますよね。はい、こんな感じで僕ねスニーカーも2021年はかなりハマりました。はい、ハマったもの3つ目ですかね。こちらはスニーカーでした。あとエンタメ系ではネットフリックスもよく見ましたけども、その中でも2021年僕がどっぷりハマったのが韓国ドラマです。ネットフリックスの韓国ドラマってストーリーも結構面白くて、メッセージ性も強くて、映像のクオリティが高いというか見応えがあるものが結構多くて、非常にね面白かったですね。僕が見て面白かったのはスタートアップと、あとはイカゲーム、スイートホーム、 DP、 人間レッスンと地獄が呼んでいる、あと今静かなる海というのを見ています。さっき言った通り韓国ドラマって結構ドラマの中にメッセージ性がすごい強く含まれてるなという印象があって、おそらく韓国の方が見るとよりねそのドラマで語られてることの意味合いとかが伝わりやすいんだと思うんですけど、日本人の僕から見ても非常に考えさせられるテーマとかもあったりして、そういう意味でもね見応えがあるんじゃないかなって思います。あとね映像がやっぱり面白い、よくできてますし、結構ネットフリックスがすごい韓国ドラマに投資してるなって感じが見受けられて、お金かかってる感じしますよね。かなりね本当にそういう意味でも見応えがあって、見ていてね面白い、どっぷりハマれるものっていうのがね多いんじゃないかなと思います。一つ一つが結構長いんですよね。ドラマの1話1話が長いというか、スタートアップとかって1話が1時間半とかって結構長かったと思うんですよね。でもテンポが非常にいいっていうのもあって、サクサクと面白くてついついね見てしまうといったね、そういったドラマが多いですね。もちろん日本のドラマとか欧米のドラマ、映画なんかもね好きですけども、2021年はね韓国ドラマにどっぷりハマりましたね。皆さんもねネットフリックスで結構いろんなタイトル見られるようになってると思うんで、ぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じですかね。あと2021年ハマったもの、最後の一つこちらです。資産運用です。このチャンネルではあんまりお金の話とかしてこなかったと思うんですけど、実は僕資産運用は結構前からやっていて、以前から積立 NISA とかiDeCoなんかはねざっくりとはやっていたんですけども、2021年は投資先をいろいろ組み替えて資産配分、ポートフォリオをしっかり作ってみました。投資っていうと結構なんかもうお金をすごい持ってる人がやることみたいにも聞こえると思うんですけど、皆さん多分やっている銀行に貯金をしていくっていうこと、預金か、銀行に預金をしておくってことも、これもね実は投資の一つ
つなんですよね。預けておいて 0.001% とかでほんの少しずつだけ利益が乗るっていうね、そういう投資を実はしているんだと思うんですけど、タンス貯金をしている方は1円も増えないので、これはもう全然別物なんですけども、銀行に預けておく、預金しておくってことだけでも、これは実は投資だったりはするんですけども、銀行に投資をしておいてもお金は増え続けないっていうのがありますので、今後考えていくともう少し安全にしっかりお金が増えていく、この先生きていく中でお金で自分が不自由しないためにもですね、そういったことっていうのを今から考えるようにはしています。で、僕投資の仕方としては2年分ぐらいの生活費っていうのはこれは預金していつでも引き出せるように残しておいて、あと残った分は何らかに投資する、そういった運用をしています。基本長期目線のインデックスファンドというもので、預けておけば少ない手数料で指標に連動した運用を勝手にやってくれるインデックスファンドっていうのに毎月一定額積み立て投資っていうのをしています。これやっておくと複利が効くっていうのは、例えば100万円預けておいて1年間で 105% に成長してくれるっていうところに投資しておけば、100万円が 105% なんで105万円になるんですけども、翌年のまた1年でそこの105万円に対して 105% かかるっていうので、ちょっとずつ増えてくるわけですよね。これが複利っていうんですけども、こういったメリットっていうのも考えてインデックスファンドに僕は投資をしています。で、証券口座を作ってそこで投資をしていく。間違っても銀行の窓口とかそういうところで余計な手数料を取られてしまうっていうことはしないように、自分でネット証券で投資をしていくって感じなんですけども、投資する商品ですね、投資先っていうところは、これはもう参考程度に聞いてほしいんで、全然おすすめするとかいうわけではなくて、あくまで僕がここに投資してますよっていう話なんですけども、割合的には投資信託だったら全世界株式オールカントリーというところと、あとは米国株式の S&P500、 これ最近ね結構 YouTube でもよく聞くと思うんですけど、この2つを中心に投資をしていて、あと先進国株式っていうところにも少し配分してますね。あとごめんなさい、日本株は買ってません。あと個別銘柄も一切買ってません。基本的にはインデックスファンドというところで、例えば S&P500 とかだったらアメリカの有料企業500社に薄く広く投資するっていうものを運用してもらう S&P500 っていうのに投資しています。そういった感じで基本このインデックスファンドというところを中心に投資してるんですけど、リスクバランスを考えて決してギャンブルにならないような、1年でね 5% から多くても 10% ぐらい成長するくらいの長年にわたって緩やかにちゃんと成長していってる、リーマンショックとか乗り越えてちゃんと成長していってるっていう伝統的なファンドっていうのを選んでそこに投資をしています。あと米国 ETF というのにも投資をしていて、こちらはバンガードトータルストックマーケット、これ VTI と言いますけど、こちらを中心に投資をしていて、あとは米国高配当株式っていうところで配当金が比較的多めに出るというところですね。ここに不定期で追加投資していって配当金、インカムゲインっていうものですね、こちらを得ています。なので仮想通貨とかはね全然やらないですし、乱高下がね激しい FX なんかもね今はやってます。前ねちょっとやってましたけど、やっぱりね自分でへばりついて FX やるっていうのはもう効率悪いし、やっぱりねリスク大きいですよね。結構失敗損したところもあったので、ちょっとねそういう意味ではプロに任せる、素人は基本的にはお預けしてそれをプロに運用していただくと、そういったものをやってます。それで手数料が何よりかからないところに預ける、これが基本だと思います。はい、こういう風に話すときみまろさんはもうそれ投資するお金があるからできるんですよねみたいな感じでね言われると思うんですけど、だからこそね僕はねこの投資するお金を生むためにちゃんと今の仕事も頑張ってます。はい、なので一生懸命労働によってお金を稼いで投資に回せる分は全て回す、このサイクルを続けているだけです。投資は結構ね少額から1000円からとかでもできますんで、今までね興味なかった方とか、お金をずっとタンス預金とか銀行に預金とかねそうしたままだった方っていうのも始めてしまえば大体どういうことかって分かると思うので、ぜひね証券口座一回開いてですね、少額でもいいので投資っていうのはね始めてみることをお勧めします。少子高齢化、年金問題とかね、インフレリスクとかね、そういうのを考えても、お金とかね、自分の生活は自分で守る時代だと僕は思います。こういったなんですけど、積立 NISA とかiDeCoとかがね、国が積極的に始めたっていうことは、やっぱり将来の年金とか、そういうところも国がね、年金制度もうやばいなと。国はもう年金制度ちょっと保ってあげられないかもしれないから、こういう NISA とかiDeCoとかそういうのをね、積極的に皆さんに改
解放していくので、自分たちでお金は守ってください、すいませんっていうのがね、政府からはそういったねメッセージをやっぱり感じますよね。誰かのせいでは生きていけないっていうのがね、もう現状なんじゃないかなと思いますので、そういうふうにね僕はちょっと危機感を感じたので、2021年真剣に考えて資産運用っていうのは今まで以上にしっかりした、そういったね1年でした。資産運用に関しては僕は全然プロではないので、 YouTube にねたくさんプロの方の教則動画みたいなものがあったりしますので、講座の解説の仕方から運用の仕方なんかもね、僕も結構ね本も読みましたけど YouTube とかをいろいろ見て、もうちょっとね分かりやすく噛み砕いていただいてる動画とかもねいろいろ見たりもしましたので、興味ある方はねそういったところからでもいいと思うので、学んでみると面白いと思います。はい、そういうわけで最後はこの資産運用というね、ちょっと今までこのチャンネルでは触れてこなかった話にはなりましたけど、こんな感じでコーヒーから資産運用まで僕が2021年にハマったことをお話ししてみました。もし皆さんも最近ねハマっていること、ハマったものなどありましたら、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。またこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ベルマークもお願いします。はい、そういうわけで今日は僕が2021年にハマったものをまとめて紹介しました。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。2つがね21年にハマったものというのは多分欲しいものだと思うんですよね。